はい、皆さんこんにちは。竹チューバー竹虎4代目です。さてですね、今日私が手にしております竹細工、一体これは何か分かりますでしょうか。吊り下げるような細工がされてますので、花なんか垂らしてもいいかもしれないです。でこう水をあげても下からこう全部ね、竹網からこう水もかけますし、花池のポットなんかにしてもいいんじゃないかと思うんですが、実はですね、これ塩取りかごという名前がついております。海水から塩を取ったことがございますでしょうか。大方の方が取ったことないと思われるんですが、実はね、僕小学校までずっと野生児でね、で周りに何もないんで山行ったり川行ったり海行ったりして遊んでばっかりおりました。その時にですね、タンナって僕たち呼ぶんやけど、ヤマトテナガエビってエビが川にたくさんおったんですよ。ちゃんっていう魚をつく道具があるんですよ。でそれでこうついてね、で友達と取って遊んでたんですが、そのタンナをですね焼いて食べようという話になって、そしたらもう川で取ったタンナをたくさんこう下げてですね、海に行くわけですよ。海の塩でこのタンナ食べようやという話になって、その時にですね、その辺に転がっていた鉄鍋で海水を汲んで、ほんで火を沸かして塩を取ろうと思ってたんですけど、なんとですね、あれ塩取ったらね、最後の最後まで沸かして海水がなくなってしまうと、なんとこの鍋にこう塩がへばりついてね、なかなか取れないんですよ。で後から知ったことなんですが、実は海水から塩を取り出す時はあって全部蒸発させてしまうんじゃなくて、まずだんだんこう熱していってこう蒸発させていくでしょ。でそのうちになんかちょっとこうドロドロの白い液体になるんですけど、それをもっと熱していってると流動系のものができるんですよ。でその状態になったものを入れるのが実はこの塩取り皮なんです。シャーベット状のものをバッとこう入れて、でこう吊るしておくと。そしたらポタポタ水分は下に落ちて、で中に美味しい塩が取れるという、そういった寸法の細工なんです。ちなみにこうやってポタポタここから落ちていく液体はにがりといってですね、豆腐なんかに使ったりするものなんですが、昔は海水からそういう風にして塩を取り出してましたので、よく使われていた道具なんですが、僕もですね実際に使われているところは見たことはありません。職人さんのところでね2回ほどこれがこう吊り下げられて置いてるのを見たことがあるだけなんですが、でも昔はね実際こういった道具で塩を取っていたよという道具なんです。ところがですね、皆さん最近この逆円錐形の竹細工でこれぐらいの小ささになった竹細工ご覧になったことがありませんでしょうか。そうです、最近ちょっとだけ流行ってます竹のコーヒードリッパーです。これと同じようにね、これぐらいのサイズにして細かい網目にしたそのコーヒードリッパーもありますし、竹虎ではですね日本唯一の虎竹を使って木属編みでずっとこうござ目編みにしていったようなタイプと、あるいはその六つ目編みのタイプなんかっていうのもご用意してるんですが、実はですねもともとのそのデザイン、もともとのアイデアというのは実はこの塩取りかごにあったんだよということなんです。お分かりいただけましたでしょうか。ノーバンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。